こんにちは、F ラボです。今日の受け身はこちら、栃原さんです。よろしくお願いします。なんです、自信なさそうじゃないですか。受け身か。なんか皆さんの気持ちがちょっとよくわかるような気がした。はい、お願いします。何をやるかっていうと、今から出すのがこちら、小手返しです。どうです、小手返し自信はございますか？小手返しに自信ですか？はい、受け身、小手返しの受け身なんです。受け身はですね。でも一番初めにここで内田さんに教えてもらった飛び受け身は小手返しだったので。そうですよね。はい、飛べるかどうかは別として頑張りたいと思います。先生、何か注意点と言いますか？いや、すみません、飛ぶ予定はなかったんですけど。失礼しました。仕事に嫌なこと言うた。なきゃいけないかな。じゃあ、本編行ってみましょう。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。署名地小手返しとか、なんとか小手返しをやりたいわけではなくて、その小手返しで、何を学ぶっていうか、どうやるか。初心者の方なんか私、座ってまずやってもらうことが多いんですけども、ちょっと一回座ってもらっていいですかね、先に。小手返しですね。この小手返しとこの小手返し、2種類ありますけども、どちらでもいいんですけど、これ押しても引いても何も起きませんよっていう。まず最初に初心者の方に、ちょっと覚えていただきたいっていうのは、大前提として手の取り方っていうのはあるんですけども、相手の重心が、支持面の間にある間はどうしてもダメなの。何をしたって無駄っていうか力勝負になるので、相手の重心を支持面から出すという。そのために、大きな丸を使われるといいですよ。ですね。こちらです。すいません。こう来て、ここで取ってさ、でも、支持面に重心があるので、重心をそこから外していく。決して手首を痛めたい、武道武術的に痛めるのがダメってわけじゃないですけども、痛めたいわけではないし、そもそもこうやってる間にやられますからですね。相手の重心がどこにあって、それを支持面から出していくということ。まず大前提としてこれをちょっとですね。で、さらに、前野さん、個体の稽古しか相手のつながりを勉強していく。ここだけやっても、これがわかりやすいかね。腕を振っても、動いてるのは腕だけですよ。で、接触しているのはここですから、ここからいかに栃原さんの本体に力を伝えていかなきゃいけないかというときに、個体の稽古としては関節、手首の関節、肘の関節、肩の関節で腰膝と。関節を勉強しながら、具体的な可動域ですよね。こうやったって手首曲がるように、肘曲がるようになってますから、こっちにいくらやったって衝撃が吸収されるし、パッと張られれば逆に、どうしようもなくなるんですよ。こっちがやられてしまう。可動域っていうのは、だいたいこの丸。ここで肘が引っかかりますよね。肩なんか分かりやすいけど、肩を押したってどうしようもないですから、肩の関節の可動域を理解しないといけない。で、関節の勉強をしようね。ですね。だから、前もちょっとやりましたけど、筋肉のつながり。骨は関節で隙間がありますから、その隙間を処理していかなきゃいけない。でも筋肉になるとつながってますんで、その筋肉の流れみたいなのをやりたい。皮膚になるともう全部つながってますから、皮膚を捉えて、で、最近ちょっと自分がハマってるんですけど、ちょっと何回かやらせてもらってますけども、より細かく、骨なんですけども、細かくやってる、人間の手ってまだここで、骨、見てる分はここで終わってますけど、この先、中手骨って、まだ骨続いてますよと。ここに手根骨ってちっちゃい骨が、だいたい8つばかしありますですよと。だからそこを漠然と小手返しだっつってどこかを攻めるんじゃなくて、明確に自分のその骨を意識する。明確に相手のその骨を意識して、そこを
攻める。これはちょっと最近自分が一生懸命今練習してるやつなんですけどね。それからちょっと、前にテーマでやった重さ。重さを利用する。これは、わかると思いますけども、白くなってるし、筋立ってるし。筋力を今、やってるけど、そうではなくて、重さを使うっていう、ですね。それから、やる気はなかったけど、飛び受け身ということでしたので、この流れですね。なんか、ちょっとこの間もやりましたけど、相手が攻めるということは重心の移動が伴っている。ですね。こういう重心移動が伴っている。この重心移動に伴って持っていくと。バッチリです。だけど、小手返しを勉強するというのは小手返しで自分が何を勉強するかっていう。ちょっとそういうことをやりたかったので、どうもありがとうございました。こうやってなんだちょっと待って噛んだねいや小手返しをいろいろ見ていただきました。受けていただいてどうでしたか？もう気持ちよく飛ばしていただいて予定にはなかったんですけど、ただなんですかね、ちょっと飛ばされると思って初め自分から飛びに行こうっていうのがちょっとよぎったんですけど、ちょっとやっぱりやめてまっすぐ本当に重心移動を先生にまっすぐ向けてきちんと突きを入れたところで綺麗にそこに乗せられたので、普段の稽古でもやっぱりなんていうんですかね、引っ張られるとか、なんか逆にそこに居続けられてドカッと乗っちゃうこともあるので、なんかすごく気持ちよく飛んだなという印象です。すごい綺麗な回転されてましたね。ありがとうございます。小手返しって一言で言っても、やっぱ普段おっしゃられてるように小手返しを通していろんなやり方、伝え方とかそういったものがあるっていう形になるんですね。あるっていうか、自分がね、いつも言ってる通りだ。小手返しを学んでるんじゃなくて、小手返しで何を学ぶか、10人トイレでいいとは思うんですけどね。はい、というわけで今回は小手返しでした。この動画がいいと思いましたらいいねボタン、あるいは、何じゃいあるいはいいボタン以外はないですよね。チャンネル登録。そうなんです。難しいでしょ、この漫画。難しいでしょ。そうなんですよ。はい、本日は小手返しを行いました。いいねボタン、それと、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でありがとうございました。